リバルス2021です。これまでメンテナンスの話っていうのが、いろいろやってきたんですけど、再生数伸びないので、やっぱ皆さんね、興味ないのかなって思ってたんですけど、よく見たらですね、実はずーっと再生されてて、気づいたらね、数万回とかの動画もむちゃくちゃ多くなってきたんですよね。こうして時計をね、実際使って楽しんでいる方にもですね、私の動画がしっかりこうやって見てもらえてるっていうのはやっぱり嬉しいですよね。ありがとうございます。で概要欄にちょっと貼っておきますけど、実はこうしたメンテナンス系の話ばかりを集めたプレイリストっていうのも公開しています。もしよろしければこちらのプレイリストをフォローしてみてください。たまにこうしてね、追加していきますので。ただ今回はね、こうしたメンテナンスに興味がある方だけじゃなくですね、現行ロレックスをお持ちの方全員に今メンテナンスで絶対知っておくべきことについてお二つちょっとお話ししていこうかなと思っております。しかもそのうちの一つは保証期間が5年残っている方なら今すぐ確認してほしいことなんですよね。遅れると修理費がかかってしまう場合がありますので、この動画を見たらですね、すぐお手持ちの時計を確認してみてくださいね。そこでまずこの重要なメンテナンス問題からお話ししていこうと思います。まず話に入る前にですね、ご自身のロレックスのムーブメントがですね、どういったものが入っているかわからないんですけどって方はですね、ロレックスのホームページを一度ご覧いただいてですね、こちらを確認してみてください。ここで数字の上2桁が、32で始まる方ならですね、今からお話しする問題に該当します。これじゃなかった方はひとまず安心してください。で、この32系ムーブメント搭載機を使ってて、最近時間がすごい遅れるなって方、その方はですね、すぐにお近くのロレックスのサービスセンターに相談してほしいなと思います。近くにお店がないって方は、その症状をロレックスのサービスセンターにですね、電話で相談することをお勧めいたします。実は、この32系のトラブルっていうのは、2015年に市場投入された比較的新しいムーブメントなんですよね。そのため登場して数年は様々なトラブルが報告されていました。ただこうしたムーブメントのややこしい話って興味ないよって方も多いと思うので、問題の結論だけ先に言うと、どうやらムーブメントの設計に不備があった可能性があるんですよね。じゃあどういった症状が出るのかっていうと、時計がめっちゃ遅れます。明らかに異常に遅れます。厳密に言うなら、不利角が200度以下に落ちてしまうっていう症状が出るんですよね。じゃあ俺の大丈夫だわって安心しないでくださいね。今回こうして警告動画出している理由は、この症状は日常的に使っている方でも2、3年ほどしないとこの症状が発症しないからなんですよね。つまり大丈夫と思っていたら、購入後5年の無償保証期間が終わった後にですね、紹介するトラブルが出て、有償修理になっちゃう可能性があるってことなんですよ。なぜなら、この問題をロレックスが公に認めていないからなんですよね。つまり保証期間終了後は単なる故障扱いにされてしまうっていう可能性が残ってるんですよ、まだ。この問題が根深いのは、一部資産目的でロレックスを購入していて、一切使うことなく箱にしまっている人々ですよね。こうした方はその問題を認識できないので、現在問題があまり表面化していないんじゃないかなと思っています。で、使用後2年以上で発症している人が大多数の中、今の中古市場には実それ以下の期間しか使われていない、ほぼ未使用の時計が数多く流通していることっていうのも原因だっていうふうに考えられます。それに加えてですね、最近では時計をアクセサリーとして使っているっていう層もいらっしゃいます。つまり時間が遅れても気にしないっていう人々が、結構いるってことですよね。こうした方は時計内部で、鉄粉をね、撒き散らしながら
使い続けているかもしれないんですよ。で、この機械トラブルのはっきりした原因っていうのはユーザー側に実は知らされていません。2019年にロレックスは何らかのトラブルを把握していたはずなんですけど、その後も公式にこのトラブルについては発表してないんですよね。その後様々な改良が行われて、今はね、安定していると言われているんですけど、2020年頃の出荷のものでもまだね、トラブルが残っているケースがあるみたいなんですよね。そのため1日に数十秒もずれるようなら、その兆候ありと考えて、保証期間内に修理してもらうことっていうのもお勧めいたします。また、異常がなくてもですね、そろそろ保証期間が終わるなっていう方はですね、念のためにロレックスのサービスセンターに精度チェックをね、ぜひ依頼して、異常がないかを確認してもらった方が安心かなって思います。そして、ここからは時計の知識をお持ちで、かつ、お手元にタイムグラファーがね、こうやってある方向けにですね、まだ日差では体感できなくても、未然にこのトラブルを発見する方法っていうのをね、お伝えしようかなと思います。ただこうしたムーブメントとか小難しい話にね、あんまり興味がない方っていうのもいらっしゃると思うんで、その方はですね、二つ目のポイントに、ちょっと進んでいただければなと思います。で、実は、この問題は以前から時計業界で問題視されていたことで、別に新しい話でも何でもないんですよね。中には今更なんて方もいらっしゃるかもしれないんですよね。なんなら数年前の私の動画でも取り上げたぐらいの話なんですよ、これ。で、32系は2015年に登場してから、私で把握してるだけでも2つ大きな改定がありました。1つが、鉄粉発生問題ですよね。これに関しては注油箇所、注油量の変更が行われたようですね。ただこれはサービスセンターへ、内々に通達があっただけで、ユーザーへは公式アナウンスはなかったと思うんですよね。そして2つ目が高速価格の設定ミスなんですよ。これは出荷当時からですね、途中で数字が改められました。詳しくはちょっと画面に出しておきますけども、こちらですね。これはロレックスが再計算したらね、どうも間違ってたらしいんですよ。で、この高速価格の設定ミスっていうのは、今からお話しするこのフリー価格の低下問題とはどうも直接関係はなさそうです。なぜなら高速価格が高く設定されていた場合、計算上の不利確っていうのは高くなるはずなんですよね。ちょっとそれをせっかくね、タイムグラフはここに今あるんで、それをちょっと皆さんに見てもらおうかなと思います。ロレックスのこの32系のムーブメントっていうのは高速価格53度なんで、必ず53度に設定してくださいね。タイムグラファーにかける前っていうのは、フル巻きにするってことが必須なんで、そこは絶対忘れないでください。で、どんだけ巻けばフル巻きになるのってよくあると思うんですよ。40回巻けとか。じゃなくても確実にフル巻きにする方法っていうのを一つ、tips としてお伝えしておきます。自動巻きの場合って、もう巻いても巻いても巻き止まりがないんでずっと巻けちゃうんですよね。で、ゼンマイってもちろんスリップしてるんで中で、小箱の中で。それあんまやると小箱の傷ついちゃうんで、あんまりスリップさせない方がいいんですけど、一回スリップを確認した方がいいんですよね。で、その目安として、実はこれ、最後まで巻くと、スリップする音がね、わかるんですよね。だから、あんまりガリ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 やるっていうよりも、だいたい40回過ぎたあたりから結構ちょっと手の感触をね、感じながら、手の感覚も少しちょっと変わってきます。で、音もします。で、ちょっとその音も一応ね、皆さん聞いてもらいましょうか。せっかくなんで。今のカチッって音聞こえましたか？この音ですね。これがスリップしてる音なんで、この音が聞こえたらもう確実にフル巻きされてるんで、で、フル巻きしないでタイムグラファーやっても何の意味もないんで、そこだけ皆さん間違えないでくださいね。パーリザーが全然残量ない状態でやっても、それは200度切ってて当たり前なんで、ちゃんとフル巻きにした状態でフリー角がちゃんと出てるかっていうのをチェックしてやってください。で、今、ここで
アンプリチュード、振り角なんですけど、265って出てますよね。これ53度で、高速角53度で260、今ちょっと数字変わりましたけど、265から267ぐらいなんですけど、じゃあこの状態で、もうちょっと安定させましょうかね。じゃあ今260、270度ぐらいまで上がってますよね。で、だいたい268から270度っていうのを覚えておいてもらって、じゃあこれを55度に設定して同じように測ってみましょうか。そうすると高速角っていうのはどうなるかっていうと高くなるはずなんですよ。ですよね。ものすごく高くなりましたよね。284。こうするとすごく高速角が高く表示されるんで、実際は高速角が低下してるのに正常に見えてしまうんですよね。これが多分問題の発見が遅れた理由なんじゃないのかなって思います。なので、ロレックスは再計算して、これ53度に改めたんですよね。てか間違ってたらしいんですけど、高速角が。で、これは計算式的にも、高速角を誤って高く設定してしまうと、振り角っていうのは高く数字が出てしまって、高速角を下げると振り角も小さくなってしまうっていう、これ計算式でもわかることなんですけど、そういうことなんで、今回のこれによって低く出てしまっていたわけじゃないっていうことですね。むしろこれによって問題の発見が遅れたということが、根本的な原因だったのかなと思っています。で、時間遅れが出る前に未然に確認する方法ということで、このトラブルを抱えているかを確認するには、こうしたね、タイムグラファーで振り角をチェックすることで、ある程度事前にね、把握できるみたいですね。で、発生タイミングに関しては、先ほどもちょっと言ったんですけど、トラブルを経験した人らの話から、使用後のだいたい2年から3年を目安に発生するそうですね。そして修理後に振り角が劇的に変わっていることから、もともとね、小さい振り角で精度を出すみたいな設計ではないってことが、こうしたね、時計界隈の様々な人柱で、ある意味証明されたってことですね。で、タイムグラファーの使い方については、ここではちょっとね、詳しくあまり触れないんですけど、もしご要望があればね、サブチャンネルの、レファレンス2022で、公開しようかなとも思いますので、もしね、ちょっと使い方、詳しく解説してよって方がいらっしゃればですね、コメントでぜひリクエストしてください。で、タイムグラファーで、先ほどもちょっと言ったように、高速角は必ず、32系に関しては53度に設定して、5ポジションでいいんでね、計測してください。で、ここで見るべきっていうのは、やっぱりこの、日差皆さん日差しか多分見てないと思うんですけど、多くの人って。ここよりも今回のトラブルを、未然に確認するには、振り角とビートエラー。ここを、重点的に見るっていうことですね。一応、ロレックスのテクニカルシートでは、画面に出しておきますけど、基準がこういう形で設定されています。で、ここの数字でね、ちょっと確認してみて、ちょっと大丈夫かなって思った方はサービスセンターに、気になったんで念のためしっかり精度を見てもらえませんかねっていう形で持ち込んでみるのがいいかなと思います。無償の5年の保証期間であれば、喜んで見てくれるんで、もしかしたらサービスセンター自体はですね、このシリアル番号で、こういった不良ロットっていうのを把握している可能性があるんで、スタッフの方からね、保証内ですし、念のため預かりますねとかって言ってくれるかもしれません。そしてね、返却の時に、いや、これちょっと時期帯でしたねとかっつってさらっと返してくるかもしれないんですけど、そこはいいじゃないですか、もう。治ってくるなら。で、その後、再度こうして家でタイムグラファーでチェックしてみて、最初にチェックしたことよりも明らかに元気に触れてたら安心じゃないですか。で、一応ですね、私が所有している32系のムーブメントでどういった数字なのかっていうのを、参考に今画面に出しておきますんで、これぐらいでしたよっていうので、ちょっとこれを目安にですね、
ちょっとチェックしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、実は私も32系じゃないんですけど、1、2年前かな、デイトナを無償保証期間内にですね、修理したことあるんですよ、実は。その時ね、実はタイムグラファーの数字っていうのが全体的に微妙におかしかったんですよ。けど、実際使ってて、時間ずれとかが問題なかったんで、そのまま使っちゃってたんですよね。クロナジーってこのタイムグラファーとうまく計測できないのかななんて勝手に都合よく解釈しちゃってたんですよ、実は。で、それから数ヶ月して、パワリザが明らかに短くなってきて、なんか気づいたらどんどん短くなって、もう数時間で止まるようになっちゃったんですよね。で、挙句それで時間合わせしようとしたら、流通操作の時にこうギギギみたいななんか変な感触感じて、これやばいなと思ってすぐ使用やめて、サービスセンターに急いで持ち込んだんですよね。で、後で分かったのは、4130ってまだクロナジー化されていなかったってことと、クロナジーは一般的なタイムグラファー、こうしたタイムグラファーで普通に計測できるってことが分かったんですよね。クロナジー脱進機って言っても、要はスイスレバーなんですよね。けどなんかね、パーツのアンクルを見るとね、なんかすごいアシンメトリーなんかとクッて感じで特殊な形になってるんで、なんかこう特別なね、この設定をね、タイムグラファーにしないと型振りに見えちゃうのかなとか勝手に思ってたんですけど、そういった細かいね、ムーブメントの個別の仕組みって私もやっぱわかんないんで、ちょっとさすがにそこまでのことは。だから、そういう感じで、なんか変な勝手な解釈しちゃってたんですよね。だから、クロナジーは、スイスレバーなんで、コーアクシャルとか、デュアルインパルスみたいに、こうした設定にね、癖がないとか、特殊なタイムグラファーがいるとかってことはないってことなんで、そこも皆さんにちょっとお伝えしておこうかなと思いました。1個目がね、ちょっと重い話だったんですけど、2つ目はね、超ライトな、話です。要は見た目の話ですね。昔ね、トリチウム夜光でも問題になった文字盤と針の夜光種類が異なる夜光ガチャ問題っていうのが、実は今でも発生しますよっていうお話ですね。機能的にはね、全く何も問題ないんですけど、見た目にね、こだわる方だったら、やっぱりメンテナンス後、絶対許せないことになっちゃうよっていう、注意喚起ですよね。ロレックスは現在夜光塗料にクロマライトっていうものを使用しています。ちょっと脱線しますけど、このクロマライトってなんか独自塗料みたいに勘違いしてる方がいらっしゃるんですけど、これ要はね、スーパールミノバです。スーパールミノバといっても、安いのから高いのまで種類がめちゃくちゃあるんですよね。ちょっとここでマニアックな話だけしておくと、クロマライトっていうのはスーパールミノバのC 級と C7 の間で調合された青色発光の夜光塗料だと言われています。ちょっと図も出しておきますね。要は、根元工業、ルミノバ AG のロレックス向け専用配合のスーパールミノバなんですよね。なんでそんなことが言えるかっていうと、照度が弱い代わりにやたら持続時間が長くてですね、根元が用意している既存の夜光のスペックのどれとも異なるからなんですよね。なので、ルミノバ AG、根元自体がですね、ロレックス専用で特別調合して、クロマライトとしてロレックスが勝手な名前を付けているということに過ぎないんですよね。で、ちょっと話戻して、で、このクロマライト、実は現在のバージョンは、これ 2.0 なんですよね。2021年以前はクロマライトの 1.0。で、2021年以降の出荷の個体に関しては、夜光発光量ですとか持続時間が強化された 2.0 の夜光塗料を使っているんですよね。ここで皆さんが理解しておいた方がいいのは、メンテナンスの時に、この針だけ、これが 2.0 に交換される人が
出始めたぞっていうこと、ここを知っといておいた方がいいかなと思って今回ここをお伝えさせてもらいました。要は文字盤に比べて針だけ妙に明るい夜光にこれなっちゃうっていうことなんですよ。だからこの夜光の文字盤の夜光と針だけがこれでピカって光っちゃうっていうのはなんかちょっと変だよねっていう、それでなんじゃこれって言ってる人が実際出始めちゃってるんですよ。で、これ昔のトリチウム交換の時と、同じ問題がね、再び起きてるっていうことなんですよ。けどね、この問題自体をこうやって把握しておけばもう皆さんね、大丈夫です。2021年以前の時計をお持ちの方はメンテナンスの時にサービスの、受付の方にですね、一声、声かけておいてほしいんですよ。針は可能なら交換しないでください。万が一ですね、交換する際は、その交換済みの針は返却してくださいって。この言葉を忘れずに伝えることができるんですよね。これの問題さえ知っておけば。で、これをしないと、ちぐはぐな夜行になってしまって、そのことにですね、夜中にしかこれ気づかないんで、夜中にゾッとするっていうね、ことになってしまいますんで、ここを皆さんちょっと知っておいて、メンテナンスの際はちょっと注意した方がいいかなと思います。今回はメンテナンスで今知っておきたいことを2つをお伝えしてきました。時計をしっかり使っていないと無償保証後にですね、中身がぶっ壊れるこの破壊タイマーみたいのを内蔵しているかもしれないのですから、やっぱ購入後はね、いつも私の動画で言っている通りしっかり使ってトラブルのこういった目はね、早めに取り除いておきたいですよね。大切に使っていた方の方が5年後に優勝修理とか、ちょっと皮肉が効きすぎてますから、ほんとここはね、注意してもらいたいなと思います。今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんのおかげで今私のチャンネルはそろそろこの1万人のカウントダウンに入ってきました。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と通知をオンにして応援いただけますと励みになります。そしてね、もちろんこの動画気に入っていただけましたら、いいねボタンもぜひお願いしたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしたいなと思っております。ありがとうございました。